逆の気質に、反対側の気質のノリをやるとですね、ほぼ壊滅的というか、ノリがいいのがいいですね。興味ないの。皆さんこんにちは。こんにちは。シュタイナー4つの気質チャンネルの辻ひろえです。鈴龍です。今日からまた新しいシリーズをね、行ってみたいと思うんですけど、どんなテーマでしょうか。はい、話の合わせ方ということで今日は別質の方をやっていきたいと思います。前回もね、最後にお話ししましたけど、相手と話を合わせて仲良くなったりとか、関係性を良くしたりとか、話のリズムをね、作ることで、すごくいい状態を作るっていう目的でね、やってくるんですけど、気質によってね、話の合わせ方って全然違うんですよね。違いますね、基本的に。特に真逆の気質に、反対側の気質のノリをやるとですね、ほぼ壊滅的というか、嫌がられるというか、嫌われるというか、場合によって相手が怒ってしまう場合もあるので、そういった面でね、見ていきたいと思います。今日は多血質の人に、多血質の人がじゃなくて、多血質の人に話を合わせるときに、どんな点をね、意識するとうまくいくかっていうのを話したいと思います。僕多血質。歌ってくれるとは嬉しい。まずノリがね、テンポがいい。ノリがいいのがいいですね。内容よりもノリ。反応とか。例えばこっち側が乗ってきたら乗ってくると嬉しいし、こっちがだったらって一緒になると、同じようにこのリズムに乗ってくれると、もうそれだけで嬉しいね。あと反応もだって鈍いとちょっととかってならない。リアクションが薄いとね、テンション下がっちゃうでしょ。今返事返ってこないのみたいな感じになるよね。例えば何かこの前面白いとこ見つけてさって言った時にはーと言うとなんで興味ないのかよっつって興味ないんだったら話すのやめようとかね。自分の中でね、そうやって頭の中で何そのリアクションの薄さみたいな。だってリアクション求められる時あるもん。多血質はね、基本リアクションを求めてるんだよね。求めてると思う。それとか、いやこの前さちょっとね大変なことあったんだよって。へーとか言うと興味ないのって、もうとにかくね興味ないのって思っちゃって、そうするともうね、別にいや大したことないからいいとか言ってね。やっぱりねリアクションをねしっかり取る。さらに合わせるとしたらちょっとオーバーめに取ると、そうだね。例えばこの前面白いところ見つけてさってどことかもう来たって何多血だな。いや多血だもんね。多血だからいやこの前ひどい目に遭っちゃってさって何言ったいとか言うと来ましたっていや実はねこういうことがあってさそりゃ大変だでしょってなるわけ。基本喋りたいよね。多血喋るの好きだね。好きだよね。聞いてるよりも喋る方が好き。喋るのが好きだよね。喋った時にリアクションしてくるとなおかつもう乗ってくるという。とにかくねリアクションをねちょっと大きめに取るっていうのがまずポイントですね。あと反応早い方がいいけど、これちょっと反応早くできない人もいるからね。いるね。ただリアクションは頑張ればできると思います。反応の速さってやっぱりさスピード感だから難しいけど、ちょっとリアクションを大きく取ろうっていうだけでも全然違うと思います。でこれはね毎回多血の時に言ってるんですけど、基本笑顔が好きです。なのでどうだな、例えば仕事で今度の来月のイベントどんなことやろうかって時にそうですねとか言われた瞬間になんでそこで暗くなるかなとかテンション下がる。何暗くなっちゃってんのっていうか、ちょっとねそうするとねテンション下がるというかちょっとイラッとする。そうなんだ、イライラするな。っていうかわざわざテンション下げる必要ないじゃんとかね。わざわざそうね、わざわざテンション下げる必要ないっていう、そういう考え方だね。いやこれからのことを話そうとしてるのに、なんでわざわざ暗くなって、暗い未来を作ろうとするのと思っちゃう。暗い未来、別に相手はそう思ってないと思うけどね。だって来月イベントですね大変ですねとかも言われたし、なんでやってもないのに大変とか言うんだよとかってそういう気持ちになっちゃいます。あとはね多血質が、逆に嫌がることとしてはですね、やっぱマイナスな言葉が出てくるとそれだけで嫌だな。いつもここでもね辻さんはどちらかというとややこっち側なんで、
ね、これからこれしなくちゃいけないからって言うと、うん、いやしなくちゃいけないんじゃなくてやるんでしょって言って。だからやりたいことがやりなくなって喧嘩になっちゃうんだよね。例えば、まあ、仮にね買い物に行くとしましょう。で醤油が足りなかったとしましょう。今日ね醤油買わなくちゃいけないんだよねって言ったら、いや醤油買いに行くでいいじゃんとかもうそこをねクローズアップするなって感じ。なんで行かなくちゃいけないなんでそんな縛りね、竹内は縛られなきゃいけないから行かなくてはならないって言われると、いや別に行かなくたっていいんだよと。ダメ、行きたい。でも醤油がなかったら困る人って、いや醤油の使わないの作ればいいじゃんと思っちゃうから、いや醤油を買いに行きたいんでしょと。っていうふうにですね、竹内さん変なところでですね、もう縛られるような感覚だったり、暗くなるような感覚だったり、未来がなんか先細りするようなテーマになると途端に嫌になっちゃうんで、会話を途中で切ってですね、ところでさって全然違う話をし始めたり、どっか行っちゃいます。どっか行っちゃうこと多いよね。話してもつまんないつまんないけど思うとね。その場を離れるね。基本的に、未来が明るくなるような話をすると竹内室はそれだけで喜びますし、リアクション明るくで表情も明るくすると、内容が暗くてもリアクション明るいと竹内はどんどん乗ってくるからね。まあね、お客さんからクレームがあったと、いやクレームがあってねって言って、そんな暗くなる必要ないじゃん。いち早く対応することが大事で、暗くなる必要ないじゃんとかね。暗くなる必要はないね。いやお客さんに謝らなくちゃいけない、謝ればいいんでしょとかね。なんで謝らなくちゃいけないんだとかそういうふうに思っちゃうので、その辺をですね意識するといいと思います。多分憂鬱質とか単純質の人からすると、単なるバカじゃんと。単なる楽天的なだけじゃないのと思うかもしれませんけど、そういう明るい感じが好きなので、目的は話を合わせる場合、合わせたくなかったらねばならないよたくさん言って、いや相手が嫌になればいいよね。いやなんか今日もねなんか大変なんですよつって暗い表情していれば相手の人は嫌がりますので、話を合わせたくない時はわざとそうするでもあるかと思いますが、やっていいことだよね。どうなんでしょうかね。でも竹内あんまり引きずらないから、そうただ面白くない人とは話そうと思わないんで、そうだね、以後あんまり関係性ができないかもしれない。目的は話を合わせるということでございます。次回は話を合わせるということで、憂鬱質の方をやっていきたいと思います。今日の内容が面白かった、参考になったと思ったらチャンネル登録お願いします。高評価もよろしくお願いします。ではまた4日後お会いしましょう。